笠地蔵。昔、あるところにとても仲がいい夫婦が住んでいました。でも、とても貧乏でした。明日はお正月ですが、二人は食べ物を買うお金がありません。それで、奥さんは自分の着物を夫に渡して言いました。町へ行ってこれを売ってください。そのお金でお餅を買いましょう。ありがとう。行ってきます。男はその着物を持って町へ売りに行きました。途中の峠にお地蔵様が6人並んでいました。前の日から雪が降っていましたから、その頭の上には雪が積もっていました。男はその雪を落としてお地蔵様にお祈りしました。妻の大切な着物ですが、これが売れてお餅が買えますように。もし買うことができたら、お餅をお供えします。町に着きました。とても寒い日でしたから、町の人はみんな急いで歩いていました。男は一生懸命声をかけましたが、古い着物を買いたい人は一人もいませんでした。男は悲しくなりました。夕方になりました。傘売りが来て男に話しかけました。どうですか？売れましたか？いいえ、誰も泊まってくれませんでした。あなたは？傘は売れましたか？私もダメでした。私は妻に新しい着物を買ってあげたかったんです。すみませんが、この傘とその着物、交換してくれませんか？男は困りました。傘はいりません。お餅が欲しいのです。でも、断ったら、傘売りがかわいそうだと思いました。そうですね。じゃあ、交換しましょうか。男は傘売りに着物をあげて、傘を5つもらいました。そして、その傘を持って家へ帰りました。途中の峠では、またお地蔵様の頭の上に雪が積もっていました。すみません。着物は売れませんでした。だから、お餅のお供えはできません。男はそう言って、また雪を落としてあげました。あ、そうだ。お地蔵様たち、頭が寒いでしょ？私は傘を持っています。これは妻の着物と交換したものですが、妻もきっと分かってくれます。男は持っていた傘をお地蔵様たちの頭に乗せました。しかし、傘は5つ、お地蔵様は6人です。1つ足りない。あ、私の手ぬぐいでよかったら使ってください。そう言って男は自分の手ぬぐいを6人目のお地蔵様の頭に巻きました。いいことをしたと思って男は嬉しくなりました。それから家へ帰って奥さんにそのことを話しました。まあ、あなた、いいことをしましたね。奥さんも喜んだので男はほっとしました。悪かったね。お前の大切な着物を売ることができなかった。お餅も買えなかった。いいえ、構いませんよ。もう疲れたでしょ？今晩は早く寝ましょう。
大晦日ですが、食べ物も薪もありませんから、二人はすぐ寝ました。その夜、家の外から物音が聞こえました。あの人の家ここでいいかな。そうだよ、ここだよ。ここに入るの見たよ。大丈夫だよ。ここで何人かの声も聞こえます。だってうち一つしかないし。二人はびっくりして顔を見合わせました。泥棒ですか？まさか、このうちに取るものはないよ。じゃあ、誰ですか？あなた、外を見てください。じゃあこの辺りに置く？その時、外で何か大きくて重いものが落ちる音がしました。そして、だんだん声が遠くなりました。男は恐る恐る戸を開けました。すると、家の外にたくさん食べ物がありました。お餅もあります。峠の方を見ると、白い雪の上に何か小さい影が動いていました。傘をかぶった5人のお地蔵様と手ぬぐいをかぶったお地蔵様でした。あのお地蔵様たちがお礼に来てくれた。夫婦はそのたくさんの食べ物で生まれてから一番楽しいお正月を過ごすことができました。